実は水を飲むだけで代謝が上がる。水を飲むと体が水を消化するためにエネルギーを使うため代謝が一時的にアップする。1日に必要な水分量は成人の場合体重1キロにつき 35ml と言われていて、推奨される毎日の摂取量は心臓と腎臓が対応できる量を反映する。体重が40キロの人は 1.4 リットル、45キロの人は 1.57 リットル、50キロの人は 1.75 リットル、55キロの人は 1.92 リットル、60キロの人は 2.10 リットル、70キロの人は 2.45 リットルとなる。1日の水分量には飲水量だけでなく食事から摂る水分も含まれる。一般的に成人女性は1日に約 2.0 から 2.5 リットルの水分を摂ることが推奨されているが、この計算の場合だと60キロの体重の女性ということになる。水の摂りすぎはむくみなどの症状にもつながるので、適切な量を摂ることが望ましい。運動やサウナなどで大量に汗をかいた場合はその分を補う必要がある。水分補給はこまめにちょっとずつ飲むのが良い。人間の脳は非常に複雑で、脳内で毎秒何百万もの神経信号が送受信されている。神経細胞がシナプスを介して情報を伝達する際に起きる化学反応の数は1秒間に約10万回となり、うまく想像できない。肩こりの原因は耳の筋肉が関与していることもある。この筋肉は顔や首の筋肉とつながっているため、肩の痛みやこりを引き起こすことがある。コーヒーには抗酸化作用があり、逆に飲みすぎると酸化ストレスを引き起こすことがあるが、ブラックコーヒーに少量のシナモンやカルダモンを加えると酸化ストレスを軽減できると言われている。疲れた時に熱いシャワーを浴びると気持ちいいと思いがちだが、実は体が温まりすぎて血管が拡張し、逆に疲れが増すことがある。お茶を飲むとカロリーが燃焼しやすくなる。特に緑茶に含まれるカテキンが脂肪を燃焼しやすくすると言われている。人間の睡眠には90分周期で繰り返す睡眠サイクルがあり、これが月の満ち欠けとも関連していると言われている。ほんの少しでも笑顔を作ることで実際に免疫システムが活性化する。逆に過度に笑いすぎると体内のストレスホルモンが一時的に増加し、免疫力が一時的に下がることがある。ゴリラはスマホが好き。ケンジはスマホを奪って使い方を覚えてしまった。写真撮影モードに興味を持ち、自分でセルフィーを撮ることができるようになった。ゴリラのセルフィーはかなり可愛かったらしい。実は腸内の細菌はあなたの感情を操る。腸内細菌はただの消化を助ける存在ではなく、セロトニンやドーパミンのような神経伝達物質を作り出す。腸内環境が乱れると気分の落ち込みや不安感が強くなることがある。目を閉じて鼻で息を吸うだけで集中力が上がる。鼻呼吸の効果を使うことでストレス軽減にもつながる。猫舌の人は海外にも存在するが、猫舌とユーモラスな表現をするのは日本だけ。実は汗には体内の毒素や重金属を排出する効果がある。一般的に汗は体温調節のためにかくが、サウナなどで高温環境にいると体内の有害物質が汗と一緒に排出されることが科学的に証明されている。スイカは 90% 以上が水。実質的に飲み物と言えるほど水分が豊富。人間の体には1日に約40リットルの汗をかく能力がある。宇宙の匂いは焼けたステーキ。宇宙飛行士の証言によると、宇宙空間には独特の匂いがあり、焼けたステーキやガソリンのような香りだという。月の裏側には太陽が常に当たっている部分がある。ここは永遠の火と呼ばれている。トマトは栄養学的には野菜だが、植物学的には果物に分類される。アメリカの最高裁判所がトマトは野菜と認定している。日本でも農林水産省や総務省がトマトを野菜として扱っているので、トマトは野菜に分類される。古代エジプトのダイエットは水分を多く摂取し、果物や野菜を中心とした食生活をしていたと考えられている。エジプトの女性たちはシナモンやクミン、ガーリックなどのスパイスを使って健康を維持していた。笑顔は筋肉を成長させる。筋トレ中に笑顔を作ることで脳がリラックスし、ストレスが軽減され、結果的に筋肉がより効率的に成長するという研究がある。笑顔のパワーは侮れない。イルカはとても賢い動物として知られているが、実はいたずらが大好き。ある研究ではイルカが尾ひれで水面をバチバチ叩いて水を飛ばし、
他のイルカにいたずらを仕掛ける姿が観察された。イルカは本当に優しくて賢い。水中で意識を失った飼育員を浮上させ、イルカ自身が助けた話もある。実はダイエットに必要なのは水分よりも油分。一見逆説的だが、実はダイエットにとって重要なのはオメガ3脂肪酸といった健康的な油分を摂ることで、これが体内の脂肪燃焼を助けるという研究結果がある。油も適度に摂ることが必要。実はダイエットに必要なのは食事の質を重視すること。カロリー制限ばかりに注目しがちだが、栄養バランスが重要。筋肉量を維持することも大切で、基礎代謝が高いと痩せやすい体になる。実はダイエットに必要なのはストレス管理。ストレスが溜まると食べ過ぎてしまったり、体内のホルモンが乱れる、リラックスする時間などを見つけることもダイエット成功の秘訣。実はダイエットに必要なのは十分な睡眠。睡眠不足は空腹を感じるホルモングレリンを増加させ、ホルモンバランスを崩し、食欲を増進させる原因になる。日本の伝統的な食事一汁三菜はダイエットに効く。一汁三菜はバランスが取れていて、5大栄養素である炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルが全て含まれている。一汁三菜とは文字だけ見るとこのような想像をされる方もいるとは思うが、この献立は1点の汁と肉や魚のメイン1点、副菜を1点、この3つに主食のご飯を加えて一膳とする基本的な和食で、2013年に和食はユネスコの無形文化遺産に登録されたほどの実力を秘めている。ちなみに漬物は香のものとして別カウントにし、1点としては数えないのが基本。ダイエットに最適な食事法で栄養バランスに優れている。さらにメインを肉ではなく魚にすることで、先ほど解説したオメガ3脂肪酸という良質な油を摂ることもでき、ダイエットが加速する。ダイエット中にカフェインを摂りすぎると逆に体重が増加する。適度なカフェインは脂肪燃焼を促進するが、過剰摂取するとストレスホルモンコルチゾールが増え、体が脂肪を蓄えやすくなるという研究がある。カフェインを摂りすぎには要注意。女性は食事を少しずつ小分けにして摂ることが多い。これによって血糖値の急上昇を防ぎ、エネルギーを安定させることができる。間食を上手に取り入れることでも過食を防ぐ役割を果たす。女性はダイエット中でも食べ物の見た目や色にこだわる。彩り豊かな食事は目にも楽しく、栄養バランスが整いやすくなるため、ダイエットにいい影響を与える。寝る前にチョコレートを食べると痩せる。寝る前に少量のダークチョコレートを食べることで脂肪の蓄積を予防し、燃焼しやすくなるという研究結果がある。カカオに含まれるポリフェノール類のエピカテキンが脂肪の分解を促進する。さらに寝る前にチョコレートを食べることで睡眠の質を高められることが分かっている。就寝3時間前までに食べ、適切な量は1かけら程度。天然生蜂蜜は腐らない。1913年に3300年前の古代エジプトの遺跡から腐っていない蜂蜜が発見された。古代エジプト人はミイラ作りの防腐剤としても蜂蜜を使用していた。純粋な生蜂蜜は糖度が高く、細菌や微生物が入り込んでも水分を吸い取り糖分が勝つため、カビや細菌が繁殖できない。女性は感情や状況に応じて空腹ではなくても食べたくなることがよくある。特に仕事や家事で忙しい時、リラックスしたい時に食べ物に手が伸びることがある。これをストレス食いというが、意識的に食事の質を見直すことがポイントになる。ダイエット中のスイーツにはフルーツを使っているものがいい。フルーツを使ったデザートは栄養価が高く満足感が得られるのでヘルシーな選択肢となる。ダイエット中は体重計を毎日見ることで意識が高まる。毎日の体重チェックをすると目標意識が高まり、食事管理や運動が習慣化しやすくなる。さらにカロリー管理アプリを使うと食べ過ぎを防げる。食べたものをアプリに記録することで自分がどれくらい食べているかを把握し、過剰摂取を防げる。食べる順番を工夫するとダイエット効果が上がる。まず野菜やスープを食べ、次にタンパク質、最後に炭水化物を食べると満腹感を得やすくなる。早食いを避けるだけでダイエット効果が出る。食事はゆっくりと時間をかけて食べると満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎを防げる。ダイエットは実は協力できる。ダイエットの情報を集めたり、食事は匂いにもつられてしまうので、食事や間食の時間を合わせたり、もう満足したから
残りどうぞをいただいてあげたり、エクササイズを一緒に行って、一人だと楽しくないことも、二人だと楽しく思えることも多い。夫婦で散歩やジョギングをしている姿もよく見かける。ダイエットは実はメンタルが 99% と言っても過言ではない。ストレス管理もその中の一つで、食事制限や運動も全てメンタルの中で行われる。どれだけ楽しくダイエットをするかを考えることも、実はダイエット